日本だとですね、だいたい年間ストランディングの件数は300件ぐらい報告例があると言われてます。ストランディングっていうのは自ら海岸に打ち上がってきて、自分の力ではどうすることもできない状態を言うんですね。でそれが生きてようが死んでようがどっちでもいいんです。多分実際は誰にも発見されずに死んじゃってそのままさよならっていう個体もたくさんいるんですけど、今言われてるのだといわゆる温暖化とか環境汚染物質、いろんなことがあるけど、その中の一つが病気だっていうことを私は知りたくて、ずっとやってるっていうことですかね。国立科学博物館動物研究部脊椎動物研究グループ研究主幹のポジションにいます。そして、私個人としては獣医師であり、博士号を持っているというのが自分のタイトルにはなりますね。博物館としては標本を集める。でその標本について何か研究する。でその研究成果を、アウトプットして一般の方たちとシェアするっていうのが大きく3つ柱がありますので、それは必ず従事しなくちゃいけないと。標本っていうのは海の住んでる哺乳類が担当なので、それ全般をやるし、ドクター博士課程の時は解剖学もやってたので、やはり形と病気にまつわるエトセトラを、自分の研究の基盤としてやっていこうと思ってやってる。私たちはまずクジラを探すところから始めるんですけど、その時にはもうとにかく丘から双眼鏡を覗いたり、あとは自分の肉眼でどこにクジラがいるかっていうのをまず見つけます。大体ですね、私の調査で三宅島のザトウクジラは10分から15分後に1回呼吸をしに上がってくるんですね。その頃合いもうまくタイミングを合わせないといけないので、それを私たちがドローンパイロットに伝えたりして、タイミングがあった時にはブローをします。そのブローにドローンが突っ込んでキャッチします。でラボに帰ってきて、その鼻水に DNA が含まれているかをもチェックして解析に進みます。実はそのブローの中にもウイルス、バクテリア、微生物がいるっていうこともあるし、インフルエンザにもなりますし、肺炎にもなりますし、人間がかかる病気はほとんど全部かかると言っても過言ではないかもしれないですね。で例えば私なんかは顕微鏡を覗いて病気を探すんですけど、やはりいい顕微鏡の方がいろんなことが分かるんですよね。それが病気のさらなる解明につながるわけなので、サイエンスの顕微鏡にはお世話になって日々使わせていただいてます。もちろん私たちが研究をしてその成果をアウトプットするのもすごく大事なんですけど、今すごく注目しているのはこれからの将来を担う若い方、お子さんたちに私たちが得てきた情報っていうのを共有するっていうのが今多分一番大事だと思うんですね。だからエデュケーショナルプログラムっていうのにすごい私は力を入れてるんですけど、実際の現場に行く、あと動物に会いに行く、風を感じる、海を感じる、寒さを感じる、やっぱ五感を使って感じるってことはものすごく残る気がしてて、でそのためにはストランディングサーベイはすごく大事だし、で死っていうものも体験できるし、実際そこに子どもたちがたまに来るんですけど、やっぱそうするとみんなかわいそう、どうして死んじゃったのっていうのはもう普通に出てくるんですよ。みんな子どもたちの言葉から。大人だとね、うわ臭い、気持ち悪いが先なんですよ。明らかに大人と子どもの感想が違うんですよね。その子どもたちの感想が大事だなっていうのを学ぶし、エデュケーショナルなプログラムを頑張っていった先に少し明るい将来があるといいなと思ってます。